1993年から30年間、世界の億万長者ランキングのトップ10から一度も外れたことがない男。なのに65年前に買った家に住んでいるし、朝ごはんはマックのソーセージマフィンを食べているウォーレン・バフェットが気になります。1930年生まれのバフェットは子供の時からお金を稼ぐのに才能がありました。6歳の時からコーラとガムを売って貯めたお金で11歳の時に初めて株を買って利益を出し始めます。株だけではなくピンボールマシンのレンタルなどもやって、高校生の時には自分の学校の先生より稼ぎが良かったです。学生の時いろんな授業をやりながらも学校の成績も優秀で飛び級で大学に入ります。コロンビアの経営大学院でバリュー投資の父と呼ばれるベンジャミン・グレアム教授に出会います。バフェットは投資家として最も影響を受けている人はこのグレアムとフィリップ・フィッシャーで、今までグレアムとフィッシャーの本を超える本は見たことがないと言ったことがあります。卒業後バフェットはグレアムの会社で2年ぐらい働きながら自分のバリュー投資を確立します。1956年グレアムの会社を出たバフェットは自分の家族と友達のお金を管理する会社を作って本格的に自分の投資を始めます。その3年後には一生のビジネスパートナーになるチャーリー・マンガに出会います。バフェットより6歳上のチャーリー・マンガは今98歳だけどまだ現役でバークシャー・ハサウェイの副会長を務めています。バフェットは綿織物会社のバークシャー・ハサウェイの株を少しずつ買収して1965年には 49% まで増やして経営権を獲得します。その後バークシャー・ハサウェイは彼の投資会社に生まれ変わります。バークシャー・ハサウェイは株の投資もするけど会社ごと買収して子会社にするのも多いです。すでに71の子会社があって有名なのは世界一のバッテリー会社のデュラセル、アメリカ2位の鉄道会社の BNSF、 自動車保険のゲイコなどがあります。なのでバークシャー・ハサウェイの本社の社員は25人しかいないけど子会社の社員は37万人もいます。子会社以外の投資先で一番大きいのはアップルで、アップルの3番目の大株主です。あとコカ・コーラの筆頭株主でもあります。毎年株主総会に参加するために数万人の人がバークシャー・ハサウェイの本社がある小さい町のオマハに集まります。3日間のイベントは投資している会社の製品を展示したり販売したりします。チャリティーマラソンなどもやっているし、一般的な実績発表もあります。その中で一番人気なのはバフェットとチャーリー・マンガの Q&A の時間です。2万人ぐらい入る会場でも遅いと入れないので、朝3時から並ぶ人もいるぐらいなので、アイドルのコンサートのような雰囲気です。バークシャー・ハサウェイの株は世界で一番高い株で、1株が40万ドル以上します。ただ高すぎて買える人が少ないので、決意権が少ないクラス B の株もあります。バフェットは2013年作成した妻への遺言に、遺産の 90% は S&P500 に投資するようにと指示しています。2000年から毎年バフェットのランチのチャリティーオークションを行っていて、今年で最後になるこのランチはなんと1900万ドルで落札されました。1965年バフェットが経営してから50年間、バークシャー・ハサウェイの株価は200万%上がりました。1万円分株を買って50年間持ってたら2億円になったってことです。バフェットとチャーリー・マンガは高齢なので今後の経営について心配する人が多かったけど、去年の株主総会でグレッグ・アベル副会長が後継者として指名されました。バフェットが投資した会社とエピソードについては別の動画で紹介しますので、今日はここまで。バイ。